2025年4月、中国はある金属の輸出を突然絞り込みました。その影響で、米フォードはシカゴ工場の生産を少なくとも約1週間停止。欧州では電気自動車のモーターに使われるジスプロシウムの欧州価格が中国国内の3から4倍以上に上昇。ジスプロシウムとは、強力な磁石を高温でも動かすために欠かせない輝土類元素、いわゆるレアアースの一種です。中国はこのレアアースの生成で世界の 91%、磁石の生産で 94% を握っています。世界中の自動車、風力発電、防衛産業は中国の一声で動いたり止まったりする状況にあるのです。日本も例外ではなく、レアアース輸入の6割を中国に依存し、重機動類に至ってはほぼ 100% が中国頼み。野村総合研究所の試算によれば、この規制が1年続いた場合、日本の GDP は 0.43%、金額にして2兆6000億円が失われると見積もられていました。規制発動からちょうど1年が経った今、その試算は現実の数字で裏打ちされています。日本では、スズキが小型車スイフトの生産を3週間にわたって停止せざるを得ませんでした。ある輝土類の欧州市場価格は、この1年で140倍にまで暴騰。そして中国は今年1月、日本だけを名指しした追加規制を重ねました。みずほリサーチ&テクノロジーズは、この新たな対日規制が1年続いた場合の GDP 損失を 0.9% と試算しています。1年前の試算の2倍以上の数字。まさに世界経済のアクセルを他国に握られた状態と言えるでしょう。ところが、この巨大な脆弱性に対抗できる技術が火力発電所の火曜基場に眠っていました。スタートアップ企業、新日本繊維が石炭を燃やした後に残る灰から繊維を作りながらレアアース元素を取り出す基礎研究に成功したというのです。日本国内で1年間に発生する石炭米は実に877万トン。その中にレアアースが含まれている。捨てられてきた灰が地政学の最前線に立つ戦略資源へ変わろうとしています。一体なぜ衰退していく石炭火力の副産物が世界で最も取り合いになっている金属への切り札になりうるのでしょうか。新日本繊維がやろうとしていることは、一つのプロセスで二つの価値を同時に生み出す挑戦です。全体像はシンプルな3つの動きで説明できます。まず、石炭米を1200から1400度の超高温で溶かす。次に、溶けた材料を引き伸ばして細い糸、つまり繊維にする。そして同じ工程の途中で灰の中に散らばっているレアアースを分離して回収する。灰を繊維とレアアースという2つの製品に同時に変えてしまう統合型プロセス。これが今回の基礎研究の核心です。ですが、なぜ灰を溶かして糸にする必要があるのでしょうか。石炭米の中のレアアースは非常に薄く、細かく散らばっており、1トンの灰の中に数百グラム程度とされています。新日本繊維は詳しい手法を公開していませんが、通常であれば薬品で取り出そうとすると、膨大な量の酸と水が必要になります。しかし、高温で溶かした灰を冷やしていく過程で、レアアースが1箇所に集まり、分離しやすくなる特性があるため、この原理を活用しているものと考えられます。この溶けた灰から糸を紡ぐのが次のステップ。ガラス繊維を作る要領で、溶けた材料をノズルから引き伸ばし、細い繊維にする。出来上がるのはバッシュファイバーと呼ばれる石炭米由来のリサイクル高機能繊維です。そして繊維を紡ぎながら、同じプロセスの中でレアアース成分を別ルートで分離、回収。一つの炉で主製品の繊維と副産物の戦略資源を同時に生み出す。これがこの技術の経済合理性の核心です。ここまでの説明で溶かす必要性は見えてきたのではないでしょうか。でも糸にする必要はなさそうに見えますよね。
実は繊維こそが採算を支える主役なのです。1200度超の炉を動かすエネルギーコストはレアアース回収だけを目的にするなら現時点では到底回収できません。しかしバッシュファイバーが主力製品として売れることで溶融コストは繊維ビジネスで賄われ、レアアース回収はほぼ追加コストなしの副産物として成立します。この統合型という発想、世界の先行プロジェクトと比べるとどこが根本的に違うのでしょうか。新日本繊維は今回の発表の中で米国とは異なる手法だと明言しました。実は米国エネルギー省の国立エネルギー技術研究所も石炭バイレアアース回収プロジェクトを進めています。こちらは酸の液に灰を浸してレアアースだけを取り出す三進出法。ワイオミング州には2025年1月に石炭埋製用のパイロットプラントが立ち上がり、試験運転が始まっています。米国政府は2025年11月、重要鉱物、資源の国内生産拡大支援として3億5500万ドル、日本円でおよそ540億円規模の巨額支援を発表しました。一方、新日本繊維の現在地は基礎研究段階で試験運転にまで至っていません。工程だけを比べると米国が先行しているように見えますが、両者が向かっている先は全く異なる世界観です。米国は石炭灰専用の新しい工場を大規模な公的資金で建てる。日本が進めようとしているのは繊維を作る工場の副産物としてレアアースを取る。つまり既存の産業資産を別の目的に転用する道です。分離の詳しい仕組みやどのレアアースをどの純度で回収できるのか、量産時のコストはいくらになるのか、こうした革新情報はまだ非公開ですが、既存の設備を利用できるのは大きなアドバンテージと言えます。ですが、なぜ日本はアメリカと違い統合型を選択したのでしょうか。2つの歴史の流れがたまたま同じ時期に交差している事実が答えにつながっています。1つ目の流れは石炭火力という産業の終わりの始まり。日本政府は2025年2月、第7次エネルギー基本計画を閣議決定しました。2040年度の火力発電は全体の30から 40% に抑え、非効率な石炭火力のフェードアウトを進める方針が示されたのです。国内で最大の石炭火力事業者である J パワーは2024年5月、国内5基、合計270万キロワット分を2030年度までに休廃止する計画を発表。これは同社の石炭火力全体のおよそ 30% にあたります。つまり石炭火力は国策としても企業戦略としても確実に縮んでいく社用産業に入っているわけです。そしてそれは灰が出る量もやがて減っていくことを意味します。現在の年間877万トンという数字は永遠には続かない有限の資源なのです。2つ目の流れは中国によるレアアース支配が貿易政策そのものに変質した事実。1970年代から低コスト採掘の体制を構築し、1980から90年代から市場を席巻した中国は2010年には日本への輸出を事実上停滞させ、外交カードとしての威力を世界に見せつけました。2025年4月、ついに中重機土類7種の輸出管理を正式に開始。同年10月には中国産レアアースを 0.1% でも含む世界中の製品、部品をすべて規制対象にするという前例のない域外適用措置が発表されました。これは一時停止されましたが、完全な撤廃ではありません。さらに2026年1月には日本だけを名指しした幅広い品目への追加輸出規制を発動。翌2月には三菱造船をはじめとする日本企業団体20社が輸出禁止リストに具体的に名指しされました。原料の管理から製品、企業の名指しへと移り変わり、規制の射程は着実に広がっています。この2つの流れが
縮みゆく石炭火力の副産物を逆に新しいサプライチェーンの原料にしてしまう道を生みます。2024年6月28日、3社が共同検討の覚書を結びました。石炭火力最大手の J パワー、ガラス繊維の量産技術を持つ日本板ガラス、そしてバッシュファイバーの溶融防止プロセスを握る新日本繊維。これは原料供給、量産加工、応用技術という国内でサプライチェーンを一本の線にしてしまうための役割分担と言えます。他国では石炭火力最大手とガラス繊維量産のトップ企業が同じ国の同じ枠組みの中に揃うことはほとんどないでしょう。中国の輸出管理、縮みゆく石炭火力、国内完結の3社体制。ここから先、一粒のハエの価値転換はどこまで広がるのでしょうか。まず、直接の当事者である新日本繊維と J パワー茅ヶ崎研究所から見てみましょう。現時点の石炭灰は発電所にとってほぼ価値ゼロの副産物。利用量のおよそ7割はセメント混和剤として引き渡されますが、電力会社にとっての主な免疫は埋め立て処分コストを避けられるという負の経済の回避でしかありません。2016年に米デューク大学とケンタッキー大学の研究チームが発表した試算では、石炭灰1トンあたりおよそ200から330ドル相当のレアアース酸化物が含まれているとされています。抽出コストを差し引いても、理論上は経済価値が残る可能性のある数字です。茅ヶ崎研究所には2025年に量産化検証設備が落成しており、3社は2030年までの商用化を目指す方針です。この変化は当事者だけではなく、国内産業全体にも波及すると考えられます。高機能繊維としてのバッシュファイバーは、ガラス繊維、炭素繊維などと並ぶ素材市場に食い込む可能性を秘めています。副産物として取れるレアアースは、永久磁石を作るネオジムやジスプロシウムを含むとみられ、国内の磁石メーカーや自動車メーカーの調達リスクを下げる方向に働きます。国産素材を支える部材メーカー、化学メーカー、そして実装側の自動車、風力、精密機器産業。この産業連鎖の川上を担うのは J パワー、日本板ガラス、新日本繊維の3社体制です。実はさらに視点を引き上げると、日本全体の資源安全保障の話にもつながります。経済産業省は2026年3月までに重要鉱物にかかる安定供給確保を図るための取り組み方針の中で、重要鉱物を34種類として整理しました。その中にレアアースも含まれます。政策の中心は使用済み電池や国内鉱山開発ですが、石炭灰からのレアアース回収も論理的には国内開発、リサイクルの柱と整合します。加えて、ジャムステックが2026年2月に南鳥島近海の水深6000メートルの海底からレアアース泥の引き上げに成功し、2028年度の産業化を目標に掲げています。石炭灰ルートと南鳥島ルート。この2つが同時に立ち上がろうとしている構図は、緑の移行、通称 GX の流れの中で他国に握られない素材を自国で組み立てて直す国家プロジェクトに近いわけです。磁石向けレアアース需要は国際エネルギー機関の見通しで、2022年の5万9000トンから2035年には17万6000トンへ、およそ3倍に拡大すると見込まれています。これに対して中国以外の供給能力は磁石製造で2035年時点でも世界の2割未満。広州のライナスが中国外で初めて重機土類の商業生産を開始しましたが、年間能力は世界需要の5から 7% にとどまります。中国一強の小僧はそう簡単には崩れない。その中で日本の石炭灰という誰も戦略資源だと思ってこなかった副産物が世界全体の脱中国ルートの1ピースになりうるのだとしたら、これこそは日本にしか描けないしたたかな反転個性のシナリオと言えるのではないでしょうか。
世界を凍りつかせた中国のレアアース規制に対して、日本が出そうとしている答えの一つが、自国の発電所の廃置き場にありました。最後に、今回のお話を3つのポイントで整理しましょう。1つ目は、負債の逆転。処分コストを払って捨ててきた年間877万トンの石炭灰が、繊維と戦略資源を同時に生み出す新しい原料に化けようとしています。2つ目は、時間との競争。石炭火力が動いているこの10年間は、この資源を戦略的に使える最後の窓。有限の資産の上にサプライチェーンを組み上げきれるかが分岐点になります。3つ目は、日本だからこそ成立する構造。石炭火力最大手の J パワー、ガラス繊維量産を知り尽くした日本板ガラス、そして溶融防止のディープテックである新日本繊維。この三者体制は他国には模倣が難しい産業遺産を束ね直す力そのものです。廃棄物、斜陽産業、地政学。3つの負の言葉を日本は国内完結のサプライチェーンへはみ直せるのか。皆さんはこの終わりゆく産業の灰から次の時代の戦略資源を取り出すという挑戦、早く実現してほしいと思いますか？ぜひ皆さんの予想や意見をコメント欄で聞かせてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。